ージ書いたのかっていう話なんですけど、 SNS とかを休んでしまう感じになりました。こんにちは、漫画家の山口静香です。今年ももう終わっちゃいますね。ってことで今回はフリーの漫画家としての2020年の活動について振り返ってみたいと思います。漫画やイラストのお仕事を副業とか本業にしたいなって思ってる方にちょっとでも参考になったら嬉しいです。今日はねトーク動画なんで、よかったら乾杯でもしながらゆっくり聞いてもらえたらと思います。2020年大変な年だったと思うんですけど、来年はより素敵な年になりますように。お疲れ様でした。乾杯。ではまず私の今年の目標はいくつかありまして、1つ目は新連載を始める。ちょうどね去年連載が終わったので、2020年は新連載を始めたいっていうのが一つ大きな目標としてありました。で2つ目はオリジナルの少女漫画の連載をする。去年その原作さんがついてくださってて、作画担当での連載だったんですけど、本当は原作も作画も自分でやる両方書きたいっていう願望があって、そのお仕事をしたいなと思ってました。で3つ目は年収500万超えで、4つ目が本になるっていうのが今年の大きな4つの目標でした。でこのうち達成できたのは1の新連載を始めると、3番の年収500万超えです。2番に関しては新しくついてくださった担当さんとかとネームを切ったりいろいろしてたんですけど、いろいろ連載企画難しいなってなって、個人的に Twitter でまず始めてみようかなと思って5月とかに投稿しました。でもやっぱ Twitter で自分で連載するってなるとこう先行投資的な感じになるんですね。その時は原稿料もらえないわけじゃないですか。自分で勝手に書いて勝手にアップするだけなんで収入がゼロなわけですね。であとちょっとやっぱり去年の連載でちょっとトラウマがあって、なかなかね少女漫画描きたいけどなんか私が描いて大丈夫なのかなみたいな不安があったり、思うように活動ができなかったなと思ってます。それをね本当こう自分の弱いところなんで、今年はそれがね失敗でしたね。4番の本になるっていうのも去年実はそういうお話があって、漫画もう書いたんですね。なんですけど私が本になる前のその会社さんが出した本のちょっと売れ行きが思ってたより良くなくて、私の分の方印刷ができないっていうことで、去年そのお話が伸びてしまったかはちょっとなくなってしまったかはまだ曖昧なんですけど、一旦こうなしになったんですね。でそれが悔しかったので掲げてました。やっぱ自分の漫画が印刷されてるのを見たいっていう夢はどうしてもあって、今年叶えたいなと思ったんですけど、やっぱりなかなかうまくいかなかったなと思います。連載してから単行本を出すっていうには、まずこの連載の企画を通して200ページぐらい連載して、で面白かったらやっと出るみたいな感じなんですけど、その連載のお話もで4本ぐらい実はちょっとなくなっちゃって、なんでちょっと年内その単行本、自分の単行本を出すっていうのは難しいなっていう判断に至りまして、達成できた1の新連載っていうのは今も連載させていただいてるデブス旦那と私っていう榎本由美先生が原作で作画担当のレディコミになります。でもう1本、連載になるかはわからないんですけど、今日公開の不正師ちゃんは意図に反したいっていうのも作画担当で書かせていただいてます。で次は月に何ページぐらい漫画描いてるんですかってこうよく聞かれるんですけど、ちょっと自分でも分からなかったんですね。なので計算してみました。一月ごとにざっくり振り返りながら発表したいと思います。まずね1月から5月は週2日 IT ベンチャーの会社で働いてました。でこれは去年週刊連載してた時に収入の関係で、個人事業主として独立はしたんですけど、週2日の出勤に減らさせていただいて、でそれをそのまま継続して今年も1月から5月までは働かせていただいてました。1月は新連載に向けたネームを書いてたりしたので、そんなに広告漫画のお仕事はいただいてない状態でした。で確か2月ぐらいから本格的にコロナの影響でその在宅勤務が始まったりして、週2日、往復3時間ぐらいかけて都内まで行ってたんですけど、その時間がなくなって、家にいる時間が単純にその週に6時間以上は増えたので、たくさん漫画が描けるぞって思って、3月は漫画動画3本、フルカラーの広告漫画が4本と、あとデブス旦那の3話分の書き溜めをしました。で正直結構書いたことになるので、辛いのかなって思うじゃないですか。
でそしたらすごい楽しかったんですね。今まで漫画1本で働くっていうことは、その連載が始まらないと始まるまで1円も入らなかったり、家でずっとこう引きこもって作業が多くなるっていうことで、メンタル的に私は向いてないんじゃないかなって思っていて、そこでその週刊連載の時も、そのまま継続してお仕事をさせていただいてたんですけど、この在宅勤務の件があって、なんかもっと漫画描きたいし、もしかしたら漫画1本の生活ってすごい楽しいんじゃないかって思い始めました。それで4月5月もそんな感じで在宅勤務と広告漫画とデブス旦那と私の原稿各週連載を並行して、で5月末に会社を辞めさせていただこうっていう話になりました。なので漫画家ざっくり2年生なんですけど、漫画家1本になったのは6月からなります。半年ぐらい前ですね。で6月はそしたらもう1本になったんで、漫画めちゃめちゃ描けるって思うじゃないですか。そしたらですね、なんかこうダラダラしてしまったんですよね。一応30ページ分ぐらいは書いたと思うんですけど、こう3月あの時頑張った時に比べると、もう格段に頑張らない自分がいて、結構自己嫌悪に陥ってるけど書けないけど自己嫌悪に陥ってるみたいな月でした。でもその頃ちょうど液タブの会社のフンヨンさんからご連絡いただいて、 YouTube に動画を投稿することに始めました。で7月8月9月って徐々にどんどんまたお仕事をお受けする量も増えていって、その頃にはブログとか YouTube も毎週1本以上は投稿できるように目指してバリバリと活動してました。でそして10月です。10月インクトーバーについての動画を上げて、でその中で毎日1ページアナログで書いて投稿します的に言ったんですね。言ったんですけど、もう大変申し訳ないことに1週間ぐらいでプツッとですね、1ヶ月ぐらい、全体的な SNS とかを休んでしまう感じになりました。こうたまに出てくるけどほとんどいないみたいな状態でした。でこれに関しては本当に申し訳ございませんでした。その間何があったかっていうことなんですけど、8月私の誕生日がありまして、節目の年齢になったんですね。そしたらなんかちょっとずつ今のままの自分じゃダメだなっていう感じで考え方が変わり始めてきて、今まではこういただいたお仕事をありがたくもう全力でやるっていう感じで、あんまり自分のことについて考えずに突っ走ってきた、もうフルスロットルで仕事をしてきたっていう感じだったんですけど、なんかこうプライベートなことも結構相まって、あれ私ってこう何が書きたいんだっけかなとか、なんかどんな人生を送りたかったんだっけっていうのがちょっと分からなくなってしまって、毎日こう締め切りがあってそんなことを考える余裕はない状態にしていたのを、ちょっとですねお仕事の量をセーブさせていただいて、自分のことをこう考える時間を取ってみたらですね、こう急にプツンって糸が切れたみたいにね、何もできなくなってしまって、これは自分でもね結構驚きました。こう連絡やね SNS の更新を待ってくださった方々には本当申し訳ないなと思います。一応その前に言った今年の目標の年収500万を超えるっていうの、それを到達するためにはお仕事も5月で辞めさせていただいたんで、もっとたくさん漫画を描かなきゃいけないっていうプレッシャーと、その会社もですねベンチャー企業だったんで、安定してる時に辞めるっていうのってなかなかなくて、やっぱコロナで結構大変な時に、辞めさせていただく形になってしまったので、もう絶対にその時よりはもっと頑張って働かなくっちゃって思ってました。で自分のこう書きたいものってやっぱりこういっぱいあるわけですね。それこそ連載にはなれなかったけど、オリジナルの少女漫画描きたいのも何本もあったし、他にもねなんか怖い話とかも結構体験してるんで、そういうエッセイも書きたいなと思ったり、そういういろいろ書きたいものがある中で、それをね封印していただいたお仕事をありがたく全力でこなしてるっていううちに、知らないうちにストレスが溜まってたんじゃないかなと思います。で今はいろいろ考えも固まってきたので、また12月はねたくさんお仕事をねいただきまして、ありがたくたくさん書かせていただきました。ということで、今年結局全部で何ページ書いたのかっていう話なんですけど、漫画とイラストを含めてお仕事で書かせていただいたのがざっくり910枚くらいでした。でブログにもあるように月に70ページを超える漫画制作を目指してますって言ってるんですけど、毎月70ページは超えてたみたいです、ざっくり。でその内訳としては、漫画動画が今年18本、535カット
この横長のカットを受けました。でイラストカット、大きい背景あるものだったりちょっと大きめのものは11枚で、ちっちゃい正方形のイラストだったりアイコンだったりは78枚で、 LINE スタンプは16個のが1つと、こうカラーの漫画は73枚描きました。で白黒の漫画はそのデブス旦那と私が160ページと、不正視ちゃんは糸に反したいが、だいたい30ページぐらいと、広告漫画の白黒も受けてたのを入れて全部で910枚でしたね。でこれめちゃめちゃね描いたなと思いました。本当にたくさんのね企業さんにお声かけいただいて、もう本当ありがとうございますという感じでした。どんな風にね私がお仕事どこからこうお声かけいただいてるかとかもまた今後動画でねお話できたらいいなと思います。で今年の反省点としては、漫画動画とかイラストカットのお仕事が大半を占めてて、将来メディア化してもらえるほど面白い女性向けの漫画が描きたいっていう目標があるんですけど、そこに向けての努力が足りなかったなと思ってます。描きたいものはいっぱいあっても、その自分のオリジナル作品っていうものをお金にできない、お仕事にできないっていうのが、努力が足りなかったなと反省してます。で来年はこの辺りをね見直して目標を立てて活動していきたいと思います。 YouTube も趣味としてねさせていただいてるんですけど、なんかグッズとかも作りたいなと思ってます。あと Twitter にずっとね放置されてた4ページの漫画とかも続きどんどん描きたいなって、来年はいっぱいオリジナル作品を描きたいなと思ってます。原稿料で今生きてるっていう感じなんですね。広告漫画とかだと自分の著作物にならないお仕事が多いんですね。なんで印税は全然なくて、ほぼ原稿料だけで今生きている状態で、そうするとこう書いた分だけがお金になるって感じなんですね。で結構こう体を壊すまで書き続けてこの目標年収にやっと到達したっていう感じなんで、来年がもうちょっとね原稿料だけじゃなくて印税がいただけるようなもう面白い漫画をどんどん作って、もうちょっとね体を壊さないぐらいの生活に戻したいと思います。ということでね、改めまして2020年いろんなお仕事をさせていただいたんですけど、応援してくださった方々、こう YouTube とかもね見てくださってる皆様本当にありがとうございました。今年はね何本か新連載のお話すっ飛んだんですけど、来年こそもう新連載数本始まる予定では今あって、担当さんとこお話しさせていただいたりネーム作ったりしてますんで、これからも応援してくださると嬉しいです。皆様良いお年を。漫画家の山口静香でした。バイバイ。